僕らから言うとこの道着ありがたいですね。こうしてここで、ここが空いてるとここが逃げて何かやるのでここつける。でここ足ということで、可能なら相手を頭から受け身取れない状態、これで受け身を取るので、受け身取れない状態で落として、ちょっと今の宮平先生の技だったら受け身取れないんですね。本当に頭から落ちる感覚と、あと腕が壊されてから投げられるっていう感じです。白川隆二、宮平保クロスロードエボリューション、ブルーレイボックス全6時間半からその一部をお見せします。ちょっと投げ技も先生いろんな合気道の面白いあるので、大きな投げ技、腰投げって言ってこういう腰乗っける、ここは畳だからいいですけど、それが板の的が結構難しい。これはある程度の重さ、重量いくらまで持ち上げるっていう問題ではないんですけど、やはり足とこの腰っていう完全にまっすぐの部分を使ってるので、あとはここに置くだけですよね。すごい体重差があって、私みたいに小さい人だったら結構それが使いやすかったり。これが畳でやると安全な稽古として見た目にも映りますけど、これがいわゆる路上であったりコンクリートでだったらどうなるかというと本当に危ない技なので、だから畳で稽古できるような技なんです。あとは出柄にしっかりこういう感じです。でさっきやったのこれでステージです。なるほどなるほど。からきます。これもしっかりとして離さない。で相手がどういう動きしてでもちゃんとですよ。白川先生ご自身だと、例えば腕絡みまで持っていくというところまで、稽古としてだったらやりやすいと思うんですけど、実際の相手と対峙して行う場合、やはり当て身であったりフェイントであったり、相手をそらすというふうにやはりお考えですか。例えばどんな感じなんですか。次来た時に最初あくまでも手段なの、こっちも腕がすぐ取れないので、何種類かパターンがあって、先ほど演武でやったのはついてきたに対してここで反応した時に受け手が入ったので、ここからなるほどですね、持っていくと。でも本当は入り身で肘で終わりたかったんですけれども、今あるいはどういうふうにやっても相手が反応して触った瞬間にどこからでも入る、こっちもいいし、あるいはこういうふうに我慢してきたらこうどっちの手が出てもいい、これも結構体重差とかある場合にちょっとしてる。普通の合気道ではないんですけど、結構私は使う。やっぱ先生のおっしゃる通り、どう入るかっていうのは型稽古だけだと結構難しいんですけど、あらゆる型稽古をしてそれをちょっと私は補っている。そこはそうですね、これはもしかしたら明日の話になるかもしれませんけど、接触法推手といいまして、うちでやるのは片手から両手から入るというものから、最初触れる相手の動きを察知するのから、実際の攻防ですね、組みついたり打撃っていうのに持っていくっていうのに非常にいい今回、テーマかなというふうには感じてますね。やっぱり最初打撃から始まるっていうことを今白川先生いろいろ考えていらっしゃるっていうのを聞いて面白いかなと思いました。あとは取るのでは多少被弾してもいいから掴む、腕だけを狙っていくっていうのを考えてます。例えば被弾、例えばうまくこううまくパーマバッといきますけど、やっても組みついて距離を埋めながら。確かに相手は蹴りも使ったりしますよね。やっぱり綺麗には絶対考えてないから。でも周りを詰めていけば、攻撃って限られてくる、突きだったり膝とかだけになってくるので、狭くなるので、なるべく距離を。宮平先生の投げ技を見てみたいですね。宮平先生。投げなんかあったかな、ちょっと思い出したんですけど、これもやはり当て身から入るという形はあると思うんですけど、ちょっと突き、これでやはりうちは目つきっていうのが入りますので。で受けてくれると、ここ肘筋、ごめんなさい、肘筋って入りますね。ここやっぱり嫌ですよね。で肘入れないと筋的に入るじゃないですか。で肘入りますよね。でちょうどここからここでガーって投げる。ちょっといくかもしれない。で一つがここですね。これです。であと一つが白川さん受けていただいて、でここでこれでここですね。というような投げは。これ近い多分たくさんあると思うんですよね、合気道だと。こういう似てる入り方なんですね。
なるほど。これが近いと思います。はい。原理はこれを手こうで使ってですね。はい。分かりやすくやるとですね、合気道ではこの結局相手の発想をほとんどがここが発想というのは、そしてここを投げるというのをすくうイメージ、ヒュッとすくうイメージで、タイガーが入ってるから相手は転ばずにという違いがより近いとは思います。怖さが。それにプラス当て身が入ってるぐらいの違いで、基本的には今白川先生がなさったのが同じ原理だと思いますね。やはりここを使ってますからね。でもちょっと私いつも合気落としは食らってるんですけど、ゾクッとしますよね。なんか宮原先生の場合にはなんか当て身があるからもあるんですけど、ちょっと危ない形で投げられてますね、先生の場合。一応ちょっと白川さん、じゃあゆっくりやりましょうね。こう当ててこれを使う。僕らから言うとこの道具ありがたいですね。こうしてここで、ここが空いてるとここが逃げて何かやるので、ここつける。でここ足ということで、可能なら相手を頭から受け身取れない状態ね。これで受け身を取るので、受け身取れない状態で落としたいという。ロックされてるからいつもより怖いっていう。なるほど。普通は落とす時での合気道の場合にはしっかり受け身取らせるようにこっち側に手を持ってる。そうすると相手両手が自由ですよね。接点がないので、そしたら受け身の時に頭こう落とされたらダメなんです。手がこういう形になって投げたいわけですね。投げたいっていう。こうだったら畳を支えて受け身取れるんですけど、これを使わせてないわけでです。でもこのチナの投げとかこういう武術投げは傾向と法としてはどうかなと、ここでやっぱりストップせざるを得ません。ただ合気道の場合は本当この辺が非常に優れてると思いますね。実際投げて稽古できる、体感できるってことですよ。投げの感覚を得るっていうのでは確かに投げた方がその体感は安いんですけど、ちょっと怖さを感じました。あんだけゆっくりやったとでも受け身が取れないのが想像つきます。金的って本当に私も慣れてなくてよくなんですけど、本当にやっぱ金的が先生も本当に普通にやられてるので、ここ正中線で全部急所じゃないですか。でもやっぱ本来なかなか金的を狙うってあまりやらないので、そこはやっぱ怖さもあります。金的をやることでこれが確実に当たる云々は置いておいて、反応せざるを得ないってことですね。通常相手が金的カップをつけて生活してるんだったら別ですけど、つけてないので相手は受けるなり一瞬ピクッといくなり必ず反応せざるを得ないというのを狙っているという。金的当てがメインではなくて、それに相手が意識してくれて自分の目的を達成するということです。誤審だったら絶対ありますよね。だからジークンドとかまさにそうで、この金的格闘技選手とかも金的的には弱いって言うんですけど、やっぱり私も普段稽古してないので、そこを守る意識って結構そこは怖さを感じます。でもそれ白川先生は当然金的だったり、この目の怖さっていうのは、もちろん計算に入れた上で稽古はなさってると思いますね。でも一応正中線を守る、正中線全部を守るっていう意識では稽古はしてるので、一応想定はしてるんですけど、でもでも先生の速さでは大変。中国武術の例えば今いつも受けを取ってらっしゃる方々っていうのは受け身の練習ってされるんですか？一応やりはするんですけど、日本のようにこうとかではなくて、やっぱり基本うちなんていうんですか、床でやってるようになんていうんですかね、これ非常に矛盾に聞こえるかもしれないんですけど、いかに受け身を取れないようにっていう練習を寸止めでやるっていう形ですね。でもこれ柔道の先生とかよく質問を受けて、これ受け身はどうするんですかってなるんですけど、受け身が取れる投げ方は、投げではないという考え、ここすごくね、だからちょっと寸止めになったりすると思います。いわゆる武道のやつでは受け身を取るってことはかわせるってことと同じなので、受け身が取れないようにぐちゃってやるのが本来の昔の武術だったんですけど、それが武道で柔らかくなって受け身を取れるように訓練するっていうふうになってます。なるほど。ただし現代においてはやはりマットなどを使うなり、安全に投げをして、いわゆる今相手の体を破壊することがもう目的ということはもう絶対ありえないですから、だからマットを使うなりいろいろ受け身っていう練習もやってもいいかなとは思うんですけどね。これは今後の課題ですね、中国の。ちょっと今の宮平先生の技だったら受け身取れないですね。本当に取れないです。頭から落ちる感覚と、あと腕が壊されてから投げられるっていう感じが本当に一瞬で。
楽しみにしておりました。はい、いつもいろいろ拝見してます。よろしくお願いします。はい、お願いします。おお。パッとこう蹴ると思うんですけど、これに関してこう受け身ではなくて、はい。おお。こんな言い方なんですよね。肘もいきます。顎もいきます。目いきます。で、ここが空いてるとここが逃げて何かやるので、ここつける。で、ここ足。ということで、可能なら相手を頭から。これじゃないですか。僕はここに確実に突きたい。それからこう目をこれでここに持ってくるってことです。